こんばんは、そちらのパパです。今回は重さが約 1.1kg と超軽量のモバイルパソコンでありながらグラフィック処理能力が非常に高くなっているこちらの ThinkBook 13X Gen 4を紹介したいと思います。この ThinkBook が搭載している CPU である Core Ultra シリーズは Core i シリーズに代わるインテルの最新 CPU となっており、通常の処理能力がアップしているのはもちろんのことですが、グラフィック処理を主に行う内蔵 GPU の性能が大幅にアップしているため、写真や動画編集などはもちろんですが、3D 映像のグラフィック負荷の高いゲームなどを行う場合の性能についても大幅にアップしています。さらに Core Ultra シリーズは AI 処理を行うための NPU も搭載された CPU となっているため、今後使用されることが当たり前となってくる AI 処理のパフォーマンスが最大 70% もアップしています。さらに Core Ultra は処理能力がアップしているにもかかわらず CPU の消費電力は約 25% も削減されているため、モバイルパソコンに非常に相性の良い CPU となっています。ということで今回紹介するパソコンは、出先でも写真や動画編集などを行いたいクリエイターの方や、毎日パソコンを持ち歩く必要のある学生や営業マン、またモバイルパソコンで PC ゲームを楽しみたいという人に非常におすすめなパソコンとなっていますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。ちなみに私は IT 関連企業で20年以上働いており、常に新しい技術や最新パソコンに触れる環境にいますので、パソコンについてはかなり詳しい方だと思います。またそちらのパパチャンネルでは、これまで最新おすすめパソコンの紹介や Wi-Fi 速度改善のための動画、またパソコン購入後に役立つ情報など IT に関連した役立つ情報をジャンルを問わず発信していますので、ぜひチャンネル登録をして他の動画も見に行っていただければと思います。それではまずはじめにこの動画の主なトピックを3つに分けて紹介していきたいと思います。まずはじめにこのパソコンの基本的な性能を紹介しながら、実際のマシンを使って動作検証やゲーミング性能検証を行っていきたいと思います。次に外観、重さ、サイズ、インターフェース、また実際に使って気づいたデメリットとその解決方法についてを紹介し、最後にこのパソコンの買い方やおすすめの周辺機器などを紹介していきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。基本性能。まずはこのパソコンが搭載しているインテルの最新 CPU Core Ultra 5プロセッサー 125H の性能から確認していきたいと思います。ちなみに CPU というのはパソコンの頭脳部分となりますので、この性能はパソコンが搭載している装置の中で最も重要な装置の一つとなっています。そしてその CPU の性能はパスマークという値で知ることができるのですが、パスマーク値が1万程度あれば、一般的な作業を行う場合であれば高性能レベルとなっており、ほとんど全ての作業を快適に行うことが可能です。例えばこちらの表にあるような作業であれば全て快適に行うことが可能です。それに対し Core Ultra 5のパスマーク値を見てみると、なんと 21,385 もありますので、とんでもなく超高性能な CPU となっています。ちなみに ThinkBook 13X Gen 4では Core Ultra 9 185H という CPU を搭載したモデルも選ぶことができますが、その場合は 27,817 となりますので、さらに高性能なものを選ぶことも可能です。また Core Ultra 5には末尾のアルファベットが H のものと U のものが存在するのですが、H の方が性能が高いものとなっており、ThinkBook 13X Gen 4は性能が高い H の方となっていますので、非常に性能が高い CPU となっています。また高性能な CPU の性能を十分に発揮するためには、それに合った高性能なメモリが必要となるのですが、このパソコンが搭載しているメモリは 16GB LPDDR5X 8400MHz となっており、とんでもなく高性能なメモリが搭載されています。メモリというのは CPU が処理するデータを高速でやり取りするために一時的にデータを保存する場所となるのですが、こちらの 16GB というのがデータを保存できる容量、そしてこちらの 8400MHz というのがデータをやり取りできる最大速度となっています。メモリ容量については、例えばオフィスソフト、ビデオ会議ソフト、ウェブブラウザーを同時に利用する程度であれば 8GB でも十分なぐらいの容量となっているため、 16GB あればまずメモリ不足になる心配はありません。また 16GB あればメモリ容量が比較的必要となる PC ゲームであっても、ほとんどのゲームでメモリ不足になることはありません。また注目すべきはこの 8400MHz という速度で、これは今存在するメモリの中では最高速度レベルのメモリとなっています。例えば私が安く買えるパソコンとしておすすめしている同じレノボの IdeaPad Slim 170のメモリ速度を見てみると、こちらは 3200MHz となっていますので、このメモリと比較すると約 2.6 倍も速い速度となっています。現在でも 3200MHz のメモリは普通に使われていて、 16GB メモリであれば 3200MHz のメモリでも一般的には十分なメモリとなっていますので、 8400MHz のメモリが 16GB というのは超高性能メモリということができます。ストレージについては 512GB 搭載されていますので、内蔵ストレージとしては十分な容量となっています。また実際にストレージの読み書き速度を測ってみた結果としても、読み込み速度が 6132MB/秒、
書き込み速度が 4000MB 毎秒となっていますので、データの読み書き速度は非常に高性能なストレージとなっています。これがどれくらい速いのかを他のストレージと比較してみると、例えば私のゲーミングデスクトップ PC に内蔵しているハードディスクドライブの速度を測定した結果を見ると、読み込み速度が 121MB 毎秒、書き込み速度は 113MB 毎秒となっています。さらに私が少し前の動画で紹介した ThinkPad E14 Gen5 AMD の SSD の速度を測定した結果を見ると、読み込み速度が 3709MB 毎秒、書き込み速度が 3384MB 毎秒となっています。この読み書き速度でも十分に速い速度となっていますので、この ThinkBook のストレージはとんでもなく速いストレージとなっています。ということで、搭載されている CPU、メモリストレージはいずれも超高性能なものとなっていますので、実際にその性能をこちらのレノボさんからお借りした ThinkBook13X Gen 4を使用して確認していきたいと思います。今回は個別に一般的な作業を行っても快適に動作するのは当たり前の性能となっていますので、画面を複数に拡張して複数のソフトを同時に立ち上げて快適に動作するかを確認していきたいと思います。まずパソコン側の画面で Web 版の Excel、パソコン左の 13.3 インチモバイルモニターで YouTube 動画、後ろにあるレノボの 23.8 インチモニターで Google Chrome、パソコン右のモバイルモニターで動画編集ソフトのサイバーリンクパワーディレクターを起動している状態となりますので、それぞれ使っている様子をお見せしていきたいと思います。まず Web 版の無料で使えるマイクロソフトのオフィスソフトである Excel ですが、まず画面スクロールはこのように非常にスムーズに動作しています。また Excel 関数を入れて計算を行ってみても、文字入力や計算処理に全く遅延などはなく、非常にスムーズに行うことができています。次に YouTube 動画ですが、こちらは先ほどからずっと再生し続けている状態ですが、他の処理を同時に行っている時でも動画が止まることなどはなく、問題なく再生ができている状態です。次にこちらの大きなモニターの方で Google Chrome を使って Web 閲覧を行っていますが、こちらも全くカクつくことなどもなく、非常にスムーズに Web 閲覧を行うことができています。さらにこちらのモニターで動画編集ソフトを使って動画素材に文字を追加したり、文字に動きをつけるアニメーションを設定したりしてみましたが、こちらも全く問題なく快適に行うことができています。さらにこれは作成した動画を確認するためにプレビュー画面を使って再生している様子となりますが、この通り全くカクつくこともなく、スムーズにプレビュー画面が再生されていることがわかると思います。このように4画面に拡張して複数ソフトを立ち上げて作業を行っても全く問題ない性能ということを確認できましたので、一般的な作業を行う場合においては性能は十分であることを確認することができました。次にゲーミング性能の確認を行っていきたいと思います。ちなみにゲーミング性能については、どんなに頑張ってもゲーム専用の GPU を搭載したゲーミング PC に勝つことはできないのですが、この PC が搭載している Core Ultra は内蔵 GPU の性能がかなり向上していますので、ゲーミング性能については大幅な向上が期待できます。ということで、実際にゲーミング性能を検証した結果をお見せしていきたいと思います。ちなみに GPU というのはグラフィック処理などを主に行う装置のこととなります。ゲーミング PC の場合は CPU に内蔵されている GPU に加え、専用の GPU を搭載しているため、グラフィック処理性能が重要となる 3D グラフィックのゲームなどを行う場合においては非常に高い性能を出すことができます。それに対し一般的なノートパソコンの場合は CPU に内蔵された小さな GPU が頑張ってグラフィック処理を行うものとなっていますので、これまではなかなか高い性能を出すことが難しいものとなっており、ゲーミング性能についてはあまり期待することができないものとなっていました。ですが Core Ultra についてはこの小さな内蔵 GPU の性能が大幅にアップしていますので、ゲーミング性能の検証結果に注目していただければと思います。ちなみにゲーミング性能が高いということはグラフィック処理能力が高いということになり、写真編集や動画編集などの画像処理能力も高いということになりますので、持ち運び可能な軽量ノート PC で動画編集なども行いたいと考えているクリエイターの方々も参考に見ていただければと思います。まずは比較的負荷が軽いゲームとなっているドラクエ10の結果となります。こちらの結果としては評価が最高ランクとなるすごく快適という結果となりました。ドラクエ10とはいえど最高ランク評価が出ることはなかなか普通のノートパソコンではありませんし、しかもスコアが16307というのはめちゃくちゃ高いスコアとなっています。次に中程度の負荷となるファイナルファンタジー14の結果となります。こちらの結果はスコアが9791で評価が快適という結果となりました。ファイナルファンタジー14は見ての通りそれなりにグラフィック処理負荷の高いゲームとなっていますので、このゲームで快適という結果がモバイルパソコンで出せるというのは正直驚きです。これがどれくらいすごい値なのかを他との比較で見てみると、例えば私がこちらの動画で紹介したミニ PC が Core i シリーズの中では最高レベルの CPU となっている第13世代 Core i9-13900H を搭載しているのですが、この CPU はパスマーク値で言うと29230という超高性能な CPU となっています。これまでは同じインテルの CPU 同士であれば性能が高くパスマーク値が高い CPU であるほど内蔵されている GPU の性能も高くなっていたのですが、この Core
13900H のファイナルファンタジー14の結果を見ると、スコアは7353となっており、評価はやや快適となっていました。この比較結果から見ても、コアウルトラ5の方がゲーミング性能はこれまでのコアイシリーズに比べると大幅に向上していることがよくわかると思います。次に非常に負荷の高いゲームの代表となるファイナルファンタジー15の結果となります。こちらの結果はスコアが3503、評価が普通という結果となりました。今まで通常のノートパソコンでファイナルファンタジー15を普通にプレイできるという結果が出たことはありませんでしたので、これはかなり驚かされる結果となりました。この結果からついに軽量のモバイルパソコンでもゲームができる時代が到来したと言っても良いのではないかと思います。他にも実際にゲームをプレイした例でお伝えすると、こちらは無料でプレイできるワールド・オブ・ワーシップという戦艦で戦うゲームで、私も時々ゲーミング PC を使用してプレイしている PC ゲームなのですが、こちらのゲームに関しては普段ゲーミング PC でプレイする時と全く変わらないレベルで普通に快適にプレイすることができました。実際に FPS を見てみると 100fps 以上出ている場面もありましたので、これはかなりゲーミング PC に劣らないレベルの高画質でプレイすることが可能となっています。ちなみに FPS というのは1秒間に何枚の映像を出力できるかというパソコン内部の性能値となっており、この FPS の値が高いほど滑らかな動画映像が出力されるということになります。またこちらも無料でプレイできる人気ゲームとなっている Apex Legends ですが、こちらも普通にプレイする分には全く問題なくプレイすることができました。今見ていただいている映像がSyncBookでプレイしているゲーム映像となりますが、実際見てこの画質をどう感じるでしょうか。FPS に関しては30から 70fps 程度となっていますので、ゲーミング PC 並みの高画質でプレイするのは難しいですが、おそらく一般的なプレイヤーであれば全く気にならないレベルの画質となっているのではないかと思います。ということで、主目的は持ち運び用の軽量で性能高いパソコンを買いたいという人で、ついでに PC ゲームを普通にできるレベルのパソコンが欲しいという人や、ある程度高度な動画編集を持ち運び可能な軽量モバイルパソコンで行いたいという人の場合には、この Core Ultra シリーズの CPU を搭載した ThinkBook 13X Gen 4が非常におすすめだと思います。ディスプレイ性能 ThinkBook 13X Gen 4はディスプレイの性能も非常に高いものとなっています。まず解像度についてですが、一般的なノートパソコンのほとんどがフル HD 画質となっていますが、このパソコンの場合解像度が 2.8K 画質と非常に高いものとなっています。そのためこの通りきめ細かい非常に美しい映像を表示することが可能となっています。さらに1秒間に何枚の静止画を表示できるかの性能となっているリフレッシュレートも通常のパソコンの場合最大 60Hz となっていますが、このパソコンの場合その2倍の 120Hz となっています。このリフレッシュレートは先ほど説明した FPS と深い関係があり、 FPS はパソコン側の性能として1秒間に何枚の映像を出力できるかの性能、リフレッシュレートはディスプレイ側の性能として1秒間に何枚の映像を出力できるかの性能となっていますので、 FPS かリフレッシュレートのどちらか小さい方の値に合わせた画質でディスプレイに映像が出力されるということになります。先ほどお見せしたように、このThinkBookであればゲームによっては 100fps 以上の性能を出すことができているため、最大リフレッシュレートが 120Hz となっていることは非常にメリットがある点となっています。バッテリー性能、バッテリー持ち時間についても Core Ultra は大幅にアップしていますので確認していきたいと思います。確認方法は電源を抜くと Windows の機能でバッテリーで使用可能な推定残り時間を表示してくれますので、こちらの機能を使って確認していきたいと思います。測定条件は2パターンで行っていきます。1パターン目は電源モードはトップクラスの電力効率、画面の明るさは 70% とします。はい。ということで、1日4時間10分と出ましたので、時間に直すと28時間10分ということになりました。バッテリーの持ち時間はパソコンの使い方によって大きく変わりますので、28時間も実際に持つことはないと思いますが、仮に実際の持ち時間がこの半分だとしても14時間持ちますので、これだけバッテリーで使えれば困ることはまずないのではないかと思います。次に2パターン目は電源モードはバランス、画面の明るさは 70% とします。それでは電源を抜いていきます。はい、この場合、1日2時間10分となりましたので、時間に直すと26時間10分ということになります。こちらも半分だとしても13時間持ちます。このパソコンの場合は、もともとバッテリー容量が大きい 74Wh のバッテリーを搭載しているということもありますが、さらに電力消費が少ない Core Ultra を搭載していることで、めちゃくちゃバッテリーの持ちが良い製品となっているということが確認できました。次に、外観、重さ、サイズ、インターフェースなど、性能以外の部分についてを確認していきたいと思います。外観。まず外観の特徴としては、全体的にアルミ素材が使われているため、見た目に非常に高級感があります。
またパソコンの厚みが非常に薄いですがアルミということもあり、触った感じでは非常に頑丈な印象となっています。またこちらにインテルエボのシールが貼られていますが、これは75を超える項目について一定の水準を満たしたパソコンのみに与えられるインテル社の承認の証となりますので、このシールが貼られていることでインテル社からも高品質であるパソコンと認定を受けているということになります。そのためこのシールが貼られていることは非常に大きな安心材料となるのではないかと思います。またこの部分が少し出ていることで、ここに手をかけてディスプレイを開きやすくなっていますので、これがとても使いやすい作りとなっています。さらにディスプレイ側が非常に軽い作りとなっており、逆に本体側にはしっかり重さがあるため、このように片手でディスプレイを開いても本体が持ち上がらないというのも普段使う上でとても使いやすいポイントとなっています。またこちらにカメラがありますが、こちらは電子シャッターがついていますので、カメラを使用しない時にはカメラを閉じることが可能ですので、セキュリティ的にも安心だと思います。重さ、サイズ。重さに関しては実際に測った結果で 1163g となっていますので、非常に軽いパソコンとなっています。さらに付属の充電器もコンパクトで非常に軽いタイプのものとなっており、充電器の重さを入れても 1338g しかありません。またこのパソコンは Type-C 端子で充電するタイプのものとなっており、もちろん付属の充電器の端子も Type-C なので、スマホ用の充電器としても兼用で使うことが可能ですし、65W の充電器となっていますので、パソコンもスマホもかなりの高速充電が可能です。サイズに関しては A4 サイズの紙より少し小さいぐらいなので、非常にコンパクトなサイズのパソコンとなっています。ですが画面に関しては画面サイズが通常より縦幅が長い3対2のディスプレイとなっていることもあり、13.5 インチのモニターでありながら、見ての通り意外と画面サイズは大きいように感じられるサイズとなっています。インターフェース。インターフェースについてはイヤホンジャックが1つと USB4、サンダーボルト4が3つあるだけとなっています。おそらくこのパソコンの薄さを実現するために通常の USB Type-A の端子などを付けることはできなかったのだと思います。ですが USB Type-A の端子がないと通常のマウスを使えないなど色々と使いづらいので、これは少しデメリットになるかと思います。ですがこの問題はこのような製品を購入することで簡単に解決することが可能です。こちらの製品は私が実際に購入して使っている製品となりますが、これ一つあれば USB Type-A 端子はもちろんですが HDMI 端子接続でモニターと接続することもできますし、また SD カード、マイクロ SD カードも使用することができますので、ほとんど全ての端子に対応することができます。また重さも 47g しかなく、一緒に持ち歩いても全く邪魔になりませんのでおすすめです。こちらの製品については動画の概要欄に購入リンクを貼っておきます。内蔵カメラ、マイク性能。次に内蔵カメラ、マイクの性能を確認していきます。これについては実際に内蔵カメラとマイクを使った録画映像をお見せしていきます。それでは内蔵カメラと内蔵マイクのテストを行っていきます。どうでしょうか？映像は綺麗でしょうか？音声はクリアでしょうか？ノイズなどはないでしょうか？それではテストを終了します。バイバーイ。ということで映像、音声ともに特に問題ないのではないかと思います。スピーカー性能、スピーカーの音質についても動画でなければ確認できないところとなりますので、チェックしてみていただければと思います。20秒ほど音楽を流します。ということで、スピーカーはかなり高品質なのではないかと思います。また、聞いていただいた音量は 40% 設定なので、まだまだ大きな音とすることもできます。デメリット。このパソコンのデメリットとして気づいた点は、排熱性能が弱いということです。通常の作業を行う場合には問題ありませんが、ゲームのような負荷の高い作業を長時間行っていると、かなりキーボード面が熱くなってきてしまいます。そこでおすすめなのが、このような PC スタンドです。この PC スタンドを使うことにより、排熱がされやすくなり、キーボード面も熱くならないようになり、また性能も向上しますのでおすすめです。おすすめの PC スタンドの購入リンクを動画の概要欄に貼っておきます。ということで、このパソコンについて十分に理解していただけたと思いますので、次に購入したい人のために、このパソコンの購入方法とおすすめの周辺機器を紹介したいと思います。購入方法、おすすめ周辺機器。まずは動画の概要欄にあるこちらの丸1のリンクをクリックしてください。するとこちらの画面が表示されますので、カートに入れるを押します。次にアップグレードサービスの選択となりますが、これは延長保証をつけるかどうかの設定となります。1年保証はもともとついているのですが、5年保証が今だけかもしれませんが、半額の 18,590 円でつけることができますので、この価格であれば5年保証をつけても良いのではないかと思います。今回の例では5年保証をつけてカートに入れるを押します。次に周辺機器を選んでいきます。まずはモニターが欲しい人はこちらでセットで買うと割引価格で購入することができますのでおすすめです。ちなみに私が動画の前半で4画面に拡張した時に使用していたモニターがレノボの 23.8 型のモニターとなっていますので、サイズ感についてはこちらの映像を参考にしていただければと思います。
。また、ここで使用しているモバイルモニターについては、こちらの動画で紹介していますので、参考にしていただければと思います。動画の概要欄にこちらの動画の URL を貼っておきます。そして、マウスを持っていない人は、こちらのマウスがおすすめとなります。こちらのマウスは実際に私も使っていて、ちょうど良い大きさで使いやすく、また安いのでおすすめです。また、マウスパッドも非常に重要で、このようにクッション付きのマウスパッドを使わないと、長時間パソコンを使う人の場合、手のここの部分が痛くなってしまいますので、クッション付きのマウスパッドを購入した方が良いと思います。私のおすすめのマウスパッドの購入リンクを動画の概要欄に貼っておきますので、参考にしていただければと思います。また、このパソコンにおすすめの持ち運び用ケースがありますので、ここで合わせて紹介したいと思います。このスリーブケースは、レノボの14インチサイズのパソコン向けに作られているものとなっており、全体がこのようなふかふかな素材で囲われていますので、衝撃に強く、また防水処理がされていますので、雨の日でも中まで水が染み込まないようにできていますので安心です。また、このままリュックに入れることもできます。そのためパソコンの持ち運びを良くするビジネスマンや学生の場合には、こちらを一緒に購入することをお勧めします。こちらについては動画の概要欄③に購入リンクを貼っておきます。ちなみにお得な買い方として、このパソコンを購入した後にもらえるレノボのポイントを使用して購入すれば、実質200円程度で購入することができますので、ポイントで購入することをお勧めします。あとは特におすすめなものはありませんので、この状態でカートに進むをします。カート内では選択した商品が入っていることを確認して、合計金額が想定通りの金額となっていることを確認してください。またここで学生の場合は認証を行うと、もしかしたら少し安くなる可能性もありますので、認証を行うを押して認証を行ってみてください。また、こちらに記載があるように会員登録を行って購入すると、今回の例の場合1802円分のポイントをもらうことができます。会員登録については次の画面で行うことができますので、カートの中身に問題がなければチェックアウトボタンを押して次の画面に進みます。あとはこちらの画面で会員登録を行って支払い処理を行えば OK です。ちなみにパソコン購入後にパソコンの初期設定ができるか不安がある人や、セキュリティ設定をどうすればよいかがわからない人向けに、こちらの動画の中でその方法を紹介していますので、よかったらこちらの動画も参考にしていただければと思います。今回の動画いかがだったでしょうか。もしこの動画が役に立った、面白かったという人は高評価ボタンを押していただけると励みになりますので、ぜひ高評価ボタンをよろしくお願いします。またこのパソコンに関する質問はもちろんですが、他社メーカーのパソコンに関する質問でも、パソコン購入に関する質問であれば何でも回答していますので、ぜひ気軽にコメント欄で質問していただければと思います。ちなみにこの動画でお見せしている価格はあくまでも動画作成時点の価格であり、昨今の急激な円安の影響で今後パソコン価格は値上がりする可能性が高くなっていますので、ぜひ値上がりする前に早めに購入することをお勧めします。それではまたお会いしましょう。See you next time. バイバイ。